そうだね。やっぱこれがデジタルのいいところだよね。あ情報量多いよね、絶対鉛筆のそう線画の方がね。そう。工程が多いし、めんどくさいから、あ色変えたいんだったらもうレイヤーから変えちゃえ。じゃあまあ、これ、とりあえずキャラクター描いていくならっていう話だけど、あ、はい。まずは、まあ、ある程度ネームがね、こうなってるから、こうんうん。うやってこう、ラフをこう入れていくと。でちょっと煽りになってるから、これぐらいで入れて、うんうん。そうか、そのネームからラフ書くときに、もうこういう、例えば顔のあたりとか十字マーク書き直して、なんかいろいろなんか直しながら書いてる感じです。そう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 、めちゃくちゃ消すし、めちゃくちゃ変形させるし、だからそうだね、やっぱこれがデジタルのいいところだよね。うん、そうだね。アナログだったらさ、ある程度もう固定されちゃうけど、そこが自由に後で、そうだね。ちょっとここはねシリアスな表情だからこんな感じになってるけどじゃあ多分普通は漫画じゃないときに直接こういうなんかラフを最初から書くんですけど、漫画だからもう編集者見せるためにもうネームはあるからネームの上にラフを書く感じ。そうそうそう。なんか例えばこれでもちろん流れはあったけど少しリメイクっていうかダイエットの話じゃなくて何か幽霊見た違う話作ってむずいなそれでもそれはそれでむずい。それでもどうぞすげえ早く手がかける人は神川神人間ですよ、人間です神川でも大体こうラフはこんな感じ、大体こうでところでみんなこういうところはこだわりが出てくると思うんだけど、そのペンでラフは書いてますか？そのペンで書いてる。なんか私は鉛筆ツールはほとんど使ってるんだけど、これね、そう、この辺か。今はだいたい G ペンみたいなツール使ってる。そう、もう何でもいいほんとね、これ俺が適任なのかわかんないんだよな。俺本当にこだわりがない。これ何でもいい、本当にG ペンでやったって別に下書きなんか何でもいいんだからあ、じゃあ正しいがあるかもしれない。川上さんはやってない。そうね、まあ鉛筆でやる人もいいのかな、こうやってね。私が鉛筆で書いて、やっぱニュアンスがすごい細かくニュアンスが書けるから、
結局ラフは集中しすぎて時間がめちゃくかかる。逆になんかマーカーペンとか丸ペンで書いた方が早く書けるのかな。そうかもね。あ情報量多いよね、絶対鉛筆のそう線画の方がね。なんか鉛筆の質感ちょっとこだわりが出ちゃって感じね。そうでも何でもいいんだよね、俺は。じゃあこだわってない。そう、こだわってない。まあ、 OK 鉛筆で書きたい人は鉛筆で書けばいいし、何にもペンでいいよっていう人はペンでいいしっていう感じかな。それでやんなきゃいけないっていうのはないよね。でもう一つの質問なんだけど、今デバイス的になんかワコムのシンティックですか？そうなんか大きさは何でしたっけ？24です。24でワコムのシンティックで、そのラフを書くとき、その手ブレ補正の機能はついてますか？いや、ついてない。手ぶれ補正もね、つけたくないんだよね。なんかブレたらブレたでそれでいいんで。どこで設定するかももう分かんないぐらいつけてないね。なるほど。いいですね。じゃあそのまま。はい。で、これにまたレイヤー分けて、それこそこうやって色からレイヤーから変えて、ここで服着せていくと着せやすいよね。ペンの色じゃなくて、ペンは黒。で、基本的にそのレイヤーは全部黒で書いているものは赤くなる。そう。それは特に理由ありますか？いや、でもペンで書こうとするとさ、結局これをカラーレイヤーにしなきゃいけなかったりとかするじゃん。そうか。でカラーレイヤーにしてペンの色も変えてとか工程が多いしめんどくさいから、色変えたいんだったらもうレイヤーから変えちゃえっていう感じで。なるほど。そう、モノクロレイヤーは2つの色しか表現できないし、じゃあその黒は赤にすれば、書くものは赤くなる。いいね。そうね。少し軽くどういうようなコンテンツをやってるかはい紹介していただけますか？漫画家チャンネルという YouTube チャンネルをプロの漫画家である僕が、いろいろ漫画にまつわるようなことをいろいろと、やってみたり語ってみたりする動画をねいろいろ上げてるチャンネルがあるんで、よかったらそちらもねぜひ覗いてみてください。あとはドキドキチャンネルも登録お願いします。じゃあ川上さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。バイバイ。はい。